今日は東京都の南端、神奈川県との県境に位置する町田駅にやってきたのだ。 JR 横浜線と小田急線が交わる巨大ターミナル駅ですね。お昼ちょうどぐらいに着いたけど人がすごいのだ。駅に着いた時から人で溢れてるのだ。最近熱海に行ったばかりですが、人気の観光地より何倍も人が多いです。さすがは大都市だなと感じますね。というわけで今日はこの町田駅を起点に街を歩き回っていくのだ。それにしても町田駅周辺って本当に人が多くてビルばっかりなのだ。駅前はペデストリアンデッキでいろんな商業施設がつながってて都会感がすごいのだ。1日の平均乗降客数は2路線合わせるとなんと約46万人。小田急線の中では新宿、代々木上原に次ぐ第3位の利用者数なんです。そりゃ熱海よりも人が多いわけなのだ。駅周辺にはルミネ、マルイ、東急ツインズといった大型施設がぎっしり集まっていて、西の渋谷とも呼ばれるほどの商業エリアになっています。町田は神奈川なんてネットのおもちゃにされることが多い駅だから正直侮ってたのだ。地図で見ると東京都から半島みたいに飛び出して三方を神奈川県に囲まれているからね。ネットでいじられるのもそういう地理的な理由があるんじゃないかな。調べてみると明治時代は本当に神奈川県だったらしいのだ。昔のこととはいえあながち間違いでもなかったのだ。町田を含む多摩地域全体が昔は神奈川県だったそうです。東京の水道を管理しやすくするために1893年に当時の東京府に移管されたっていう歴史があるんです。町田は神奈川っていうのはただのジョークじゃなくてちゃんとした史実でもあったわけなのだ。ジョークの意味合いがほぼ100で使われてる気はするけど、駅前の大型商業施設を離れても至る所にお店があるのだ。街並みとしては雑多な印象を受けるのだ。よく見れば街並みはとても綺麗で隙間なくお店がぎゅうぎゅうに集まってるからそういった印象を受けるのかもね。それに駅から少し歩けば歴史ある神社や広大な公園も残っているから、都会の便利さと豊かな自然がちょうどよく共存しているのが町田の大きな魅力だと思います。駅から歩いて5分ほど町田仲見世商店街の入り口に到着なのだ。ここが西のアメ横とも呼ばれるレトロな路地型の商店街ですね。入り口にいきなりお目当てのお店象徴船珍まんじゅう屋があるのだ。町田No.1の行列店らしいから早速食べていきたいのだ。空いてたら散策前に食べたかったけどすでに結構な行列ができてます。並ばずにしばらく見てたんだけどピクリとも列は動いてないのだ。後々気づいたことですが、まとめて作る、全部さばく、また作るの繰り返しなので作ってる最中は列が全く動かなくなるみたいですね。だから10人並んでると思っても実際の待ち時間はもっともっとかかるのだ。たこ焼きみたいにどんどん焼けるわけでもないので何分も待つことになりますね。ひとまず並ぶのはやめて先に商店街の中を見てみましょう。狭い路地にお店が密集しててかなりディープな雰囲気なのだ。戦後の1947年に町田国際マーケットとして誕生。1953年に仲見世商店街に名称が変わりました。70年以上の歴史があるんですね。テレビの取材やロケも頻繁に入るそうです。食べ歩きグルメも豊富らしいけど有名な通りって聞いてきたのに意外とシャッターが閉まってるお店が多いのだ。看板を見ると飲み屋さんが多いのかな。夜に開くお店がメインなのかもしれません。商店街を往復して入り口に戻ってきたけど小籠包の行列は全く動いてないのだ。これはまだまだ時間がかかりそうだね。待ってる間の散策時間がもったいないのでここは一旦後回しにするのだ。散策の後半にまた来るのだ。そうだね。気を取り直して次の目的地へ向かいましょう。次の目的地は町田市立国際版画美術館。商店街から10分くらい歩くのだ。この辺まで来ると駅前の人混みが嘘みたいに静かになってどこにでもある穏やかな街並みになったのだ。そうだね。目的地の町田市立国際版画美術館は芹ヶ谷公園の敷地内にあるのでまずは美術館から見学。その次に公園内を散策しようと思います。公園の入り口美術館に到着なのだ。外観からしてすごく立派なのだ。
周りの自然に馴染むような落ち着いたレンガ調のタイルが特徴的なのだ。この美術館は1987年に開館した日本でも珍しい版画を中心にした美術館なんです。中に入ってみるのだ。エントランスホールは天井が高くてすごく開放的なのだ。外観も内部も公立とは思えない立派な建物なのだ。建物自体も建築の賞を複数受賞している評価の高い設計なんです。事前に調べたら入館料は800円だったんだけど、今日はなんと無料だったのだ。800円というのは企画展示の料金みたいですね。今日のような展示内容の時は無料で開放されているようです。そういえばここのエレベーター、閉まる時に汽笛みたいな音が鳴ってビビったのだ。あれは突然鳴るからちょっとびっくりするね。今日やってた展示は版画探検隊と2025年度新収蔵作品展、それに町田市公立小中学校作品展だったのだ。新収蔵作品展の方は2024年度から新しく収蔵された1605点の中から約40点が紹介されていました。小中学校の作品展は習字とかが飾られてて、ご家族じゃないとちょっと楽しみ方が難しいかもしれないのだ。でも小学生が描いた将来の夢は面白かったのだ。堅実な現実路線の子と夢いっぱいな感じの子ではっきり分かれていたのが微笑ましかったですね。美術館を出てそのまま芹ヶ谷公園の散策なのだ。敷地面積 13.8 万平方メートルの広大な市営公園です。この公園ものすごく綺麗でびっくりしたのだ。道は広いし街路樹も隅々まで丁寧に整備されてるのだ。園内には彫刻や噴水、大きな芝生広場もあって四季を通じて絵になる景色が楽しめるみたいですね。なんだかすごくお金がかかってる気がするのだ。歩いてて本当に気持ちいい公園なのだ。大人ののんびりした散歩にもぴったりだし、子供の遊び場やペットのお散歩でも使い勝手が良さそうなのだ。駅周辺の賑やかさとは打って変わってここは本当に穏やかな時間が流れていました。そういえば後から知ったんだけど、ここにはポケモンの絵が描かれたマンホール、ポケフタがあるらしいのだ。不思議種や人影といった初代のポケモンたちが描かれたマンホールが園内に6種類も設置されているみたいですよ。ファンの間では聖地にもなっているそうです。全然知らなかったから完全にノーチェックで一つも撮影してないのだ。次に町田に来た時はポケフタ探しをしてみるのも楽しそうだね。公園から歩いて5分くらいの場所にある町田芝広にも寄ってみたのだ。ここはもともと町田市の市役所があった場所なんです。今は約5700平方メートルの広大な芝生広場になっています。芝生が広がる市民交流スペースでイベント利用もされる場所です。今日はベンチでくつろいでる人が数人いただけで、広い芝生を使ってたのはけん玉をしてる人1人だけだったのだ。イベントがない日は本当にのんびりした広場って感じみたいですね。実は芝広への行き方を Google マップで調べてた時にたまたま面白そうな場所を発見したのだ。それがこちらの対岸歴史美術館です。さっきの版画美術館で払うつもりだった800円が無料になって浮いたから近くにあるし寄ってみるのだ。入館料は1500円だったのだ。こちらは2020年にオープンした比較的新しい美術館です。主に織田信長をはじめとする戦国時代の貴重な歴史資料が展示されています。館内には歴史的なハンコや甲冑、茶室に屏風なんかがずらりと並んでいたのだ。小型ビル一つ分くらいの小さめの美術館なのでゆっくり見てもそれほど時間はかからなかったね。他にはおばさまのグループが一組いただけだったからすごくゆっくり静かに見れたのだ。落ち着いて鑑賞できる穴場スポットかもしれないね。何より1階と2階をぶち抜いて復元された安土城の天守があるんだけど、これは思わず「おう!」と声が出ちゃうぐらい迫力があったのだ。偶然見つけた場所だったけど1500円の価値は十分ありましたね。いっぱい歩いて疲れたからカフェで休憩にするのだ。向かったのは宮古屋コーヒー町田店です。北海道発祥の本格的なコーヒー専門店ですね。14時を過ぎてたこともあってすぐに席につけたのだ。全122席とかなり広くてゆったりできるお店です。メニューの表紙でドーンとアピールされてたから
ガテマラのコーヒーゼリーのセットにしたのだ。セットのコーヒーはフレンチを選んだのだ。フレンチは苦味とコクのブレンドってメニューに書いてありました。まずはコーヒーなのだ。適度な酸味と苦味が美味しいのだ。このままブラックでも美味しくいけそうだったけど、僕は少しミルクを入れた方が好みなのだ。美味しいのだ。歩き回った体にコーヒーが染み込みます。そしてコーヒーゼリーなのだ。これが予想よりずっと美味しかったのだ。冷たいソフトクリームと冷えたコーヒーゼリーの組み合わせが絶妙で、コーヒーの苦味は全くなくてスイーツとして完成されてるのだ。これは本当美味しかったです。店内は価格が少しお高めだからか、お客さんの年齢層も高めで、おかげでとても落ち着いた空間だったのだ。カフェの後は町田天満宮に向かうんだけど、ちょうど小朝鮮珍まんじゅう屋の前を通るから寄っていくことにするのだ。お昼に来た時よりも行列は少ないですね。これならすぐに買えそうなので並ぶことにしました。すぐ買えると思ってたんだけど、なんかそこから新しく作り出すタイミングだったみたいで、結局15分以上待ったのだ。町田天満宮が16時で閉まっちゃうからちょっと焦ったね。でも無事に買えたのだ。4つ入りで600円なのだ。レジ横に数人が食べれる小さなイートインスペースがあるんだけど、前に並んでた女子高生グループが使ってたので持ち帰りにしました。スペースはあったけど、あの空間に混ざる勇気はなかったのだ。時間も迫ってるし、とりあえず町田天満宮に急ぎましょう。道中適当な場所を見つけて食べようと思います。結局食べれる場所が見つからないまま町田天満宮へ到着したのだ。このまま小籠包を手に持ったまま電車に乗って帰る光景が頭をよぎるのだ。小籠包のことは一旦置いておいて、町田天満宮は駅から徒歩10分弱ほどにあります。創建は天正10年1582年という由緒ある神社です。学問の神様菅原道真を祀っていて、地元の人たちの信仰を集めてきた場所ですね。駅からの道が分かりづらくて Google マップ見ながら若干迷子になってたのだ。先客は2組だけですごく静かな空間になってました。都市の喧騒の中にポツンと静けさが生まれる対比が素晴らしいですね。白梅と紅梅が両方咲いてたのだ。菅原道真といえば梅という印象があるけど、まさにぴったりな光景なのだ。道真公が梅を愛したことから天満宮には梅が植えられることが多いんですよね。ゆっくりお参りできたのだ。ベンチでもあれば小籠包を食べたかったんだけど、あいにくそういうのはなかったのだ。食べる場所を求めて Google マップで探したら近くに公園を見つけたのだ。ベンチがあったのでようやくここで小籠包をいただくことにしました。天満宮でお参りまでして買ってからかなり時間が経ってたんだけど、包みを開けたらまだホクホクでびっくりしたのだ。さすが小籠包なのだ。ではいただきます。穴の開け方が足りなかったみたいで、口に入れたらプシャって肉汁が飛び出したのだ。上着とズボンに思いっきりかかりました。小籠包いつも食べるの難しすぎなのだ。でも味の方はめちゃくちゃうまいのだ。しっかりとした食べ応えにコクもすごいのだ。食べる場所が見つからなくて後悔してたけど、お参り後でもホクホクだったし結果オーライでしたね。味は本当に絶品でした。地元にあれば定期的に買うだろうと思うほどなのだ。町田に来たらぜひおすすめなのだ。駅の方に戻ってきて最後はご飯にするのだ。向かうのは小田急線の南口から徒歩1分の場所にあるグリルママです。昭和32年から続く歴史ある老舗の洋食屋さんですね。もともとは淵野辺にあった進駐軍向けの食堂が発祥で、アメリカ人客がお母さんのことをママさんママさんと呼んでいたことが店名の由来なんだとか。お店に着いたのは16時過ぎ。最初ドアが開かなくてやってないのかと思ったらドアが重いだけだったのだ。先客は誰もいませんでしたね。今が一番空いてる時間だと言ってたのだ。ランチが17時までやってるのも助かるのだ。注文したのは牛焼肉ランチです。頼んでから3分ぐらいであっという間に料理が来ました。小籠包がめっちゃ待ったから爆速に感じられるのだ。サラダとマカロニは見た目通りの安心する味です。そしてメインの焼肉はうまいのだ。少し辛口な味付けですごく僕好みの味だったのだ。誰が食べても外さない
安心のお味だと思います。というわけで今回は町田駅周辺を散策してきたのだ。町田駅周辺は駅前は都会で人が多いのに、少し歩けば静かな公園や神社があってすごく散策しがいがあったのだ。都会の便利さと豊かな自然が同居していて、いろいろな層の人が集まる活気ある街でしたね。町田は神奈川とネタにされがちな街だけど、実際に来てみると多彩な魅力が集まった場所だと感じたのだ。というわけで今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。動画作りの励みになるのだ。